誰にも取られたくないっていう風に思ったんだと思うわ。後悔するような選択はしていない。絶対に間違ってない選択。現実的な課題もたくさんありました。妥協してなかったから。こんにちは、ゆりです。この動画は2026年春に札幌手稲でカフェ&ダイニングをオープンするまでの道のりを一つずつ記録していくシリーズです。第5話は物件を見に行った翌日から始まります。本当は次の日大通りの来楽祭りかなんか寄って帰ろうっつって言ってたんだけど、もう全てをお店に全振りしちゃったんだよね。だから最初にウェブで物件情報を見る、実際見に行く、駅降りる、店までの道のりででお店着く、入る、店内見る、この3段重ねで、その時点で俺は誰にも取られたくないっていう風に思ったんだと思うわ。こんなに素晴らしい物件、卒業した後に出会えたらよかったねじゃないと思ったの。もう在学中だろうがなんだろうがなんとかしてここで俺はもうやると、それが我々の生活を支えることにもなるし、自分たちの好きなこととかでもっともっとこう今後可能性を高めていく、絶対に間違ってない選択、ここやったら絶対に勝負できるっていう風に思ったから、次の日オープンしたと同時に行ったんだよ。店主さんから話しかけてもらったんだけど、俺はちょっともうこういう感じだった気がするんだよね。ちょっと昨日一日考えたんですけど、やっぱり俺ここでやらせていただきたいです、バンって伝えたと思う。オープンと同時だから、お客さんもまだ我々だけだったから、もうそのタイミングを逃したらダメだっていうふうに俺思ってたからさ、本当にちょっとなんか卒業してからとかじゃなくて、ビシッとやらせてくださいっていうふうに多分強く言った気がする。でそしたらやっぱりさ、受け手側もさ、本気やみたいなのは絶対伝わるはずなの。そこからもっともっと深いこととかお話しして、いろんなこと聞いたり、もう俺はここでやるぞっていうのを心に完全に決めてたかな。俺からしたらそうそうあるもんじゃねえぞって思うし、条件ももちろんそうだけど、雰囲気とかその店主さんの人柄含めてビタッときたからなかなかないですよ。だから見に行った段階で俺の腹はもう決まってた気がするね。札幌に一泊して迎えた翌日、大通りで開かれていたイベントを見たり、駅周辺で買い物をする予定も話していましたが、二人の頭の中はもうお店のことでいっぱいでした。お昼にもう一度お店を訪れて、たくさんお話を伺い、その後は自宅に戻ってゆっくり過ごしました。感情が大きく揺れ動いた2日間でした。頭の中では次々とアイデアが浮かんでいきました。夢を見すぎないように現実的な視点を忘れずに、いいとこばかりが目に入っているんじゃないか、どうにか問題点を探さなきゃ、そんな風に必死に現実にしがみついていました。それでもやっぱりこの日見た物件に強く惹かれて興奮しているのに、不思議と気持ちはどこかで落ち着いていました。ここまで二人でたくさん考えて、話し合って、調べて動いてきたから、お店のイメージを共有できていたからこそ、この展開につながったんだって思えたんです。私もパートナーも、無茶な考えや行動、後悔するような選択はしていない。そう言えるだけの自信がありました。お店をやるにあたって開業資金っていうのは当たり前だけど、どういう物件でやるっていう風に言ってもかかるじゃん。でそれが我々の場合は、今俺が学校に通ってるから、学校までの通学定期だったりとか、今住んでるここの家の家賃であったりとかで、もし本当にそこの場所で引き継いでやらせていただけるってことになったら、何月から入って、で何月にオープンできて、3月に卒業して、オープンできるのが最短でも4月って、これは決まってることだから、オープンは4月、見に行ったのが5月か。4月から動き始めて、5月にはいくつかの物件を実際に見ました。ワクワクする気持ちと同時に、現実的な課題もたくさんありました。契約のタイミング次第では、空家賃や二重家賃が発生します。居抜きなら譲渡金も必要です。引っ越し費用、新居の敷金・礼金、この家の退去が早まれば違約金、時期や場所によってかかるお金は大きく変わります。ここでやりたいという気持ちだけで動くわけにはいきません。契約できても経営できるのか、経営できても
生活が成り立つのか、冷静に考える必要がありました。ここの場所でだったら俺は戦えるっていうのを思ってたからさ。でもちろん空家賃とか定期とか店をやるまでの準備資金がうん千万にもなりますだったら無理よ、絶対無理だけど、私の中でここまでだったらみたいな自分の蓄えとかさ、そういうのの兼ね合いで多分なんとなくあったんだと思う。だからその範囲に収まるのであれば、空家賃が5ヶ月払わなきゃいけないとか、ここの家賃の違約金がどうのこうのとか、引っ越しに関する費用がどうのこうのとか、そのいろいろお金かかるけど、もう全部そういうのをひっくるめて各一つずつ見ていくんじゃなく、全部のトータルとしてこの金額で収まるんだったらやるっていうつもりは多分あったと。この頃知った言葉があります。コントローラブルとアンコントローラブル。物件や市場の動き、行政の制度、SNS のアルゴリズム、季節や天候、仕入れコスト、他人の反応、こうしたものは自分たちではどうにもならない、動かせないことです。頭では分かっていても、現実に直面すると心が揺れてしまいます。それらに心を奪われてしまうと、不安ばかりが膨らんで、身動きが取れなくなってしまいます。物件見つけたあたりぐらいからゆりめもさんと何回も言ってたけど、我々妥協してなかったから、ゆりめもさんが見つけた物件はなんかこれっていう風にウェブ上で思ったとしても全部見に行くって決めてたし、片っ端からゆりめもさんも絶対物件情報見てたし、そういうのに対してお互いこれをやろうあれをやろうって決めたことに対して常に全力であったなっていうのは今思うとかもしれんけど、今もそうだけど、それは結構ね自信持って言えるんですよ。だからもしこの金額でっていう私の上限ボンって超えちゃったら潔く縁がなかったねっていう風に納得できるって多分思ってたわ。でそれはもうお天道様にお任せというかさ、もうそこばっかりは我々でコントロールできないことだから、もしそれだったら無理だわっていう、例えばだけど今年中にオープンしていただける人じゃないと無理っていう風に仲介業者さんとか大家さんに言われましただったら、どうしたって無理じゃん。どうしたって無理ななんか条件があったら、どんだけその店が良くて街がいいっていう風になっても最終最後で縁がなかったんだな、じゃあ絶対また出てくるよっていう風に前向きになれるなっていう自信があったから、空家賃がどんだけかかるとあれだなとか、学校がどうのこうのとか通学の定期がどうのこうのっていうのはあんまりなかったな。あとはもうご縁です。実際やることやってやりきったっていう風な自信があるから、それは大きかったよね。覚悟決めてます。ダメかみたいな、ダメだったらもう次やみたいな。一方で自分たちで動かせることがあります。毎日の発信の仕方や創作のペース、お金の計画、人とのつながり方、そして自分たちの気持ちや暮らし方、不安を完全に消すことはできないし、未来を全部コントロールすることはできないけれど、今日をどう積み重ねるかは選べる。今、自分たちにできることは何だろう。今後どうありたいか、何を大切にしたいか、何度も問い直して、コントローラブルとアンコントローラブルなことに整理することで、自分たちが動かせるものに集中することができました。気になる物件を見つけるたびに、ここでお店ができるならと想像してきました。どんな外観なら気軽に入れるだろう。逆にどんな雰囲気なら近づきにくいだろう。そんなことを考えながら物件の写真にイメージをはめて考えていきました。毎日が未来のお店を組み立てていく作業そのもの、後悔のない行動をとれていると思えたので、物件も縁だと考えていました。だから今考えていることが必要なくなったとしても、必ず次に生きていくと分かっていたので、手を抜かずに何時間でも夢中になって考えていました。実際めっちゃちょうどいいと思う。キッチンから離れて料理をお客さんのところに運ぶっていうのとかも全部一人ってなるとやっぱきつい。ドリンク1杯でキッチンの中戻ってまたキッチンの外出てはだいぶきついけど、持ってってもらうことぐらいはやっぱりゆりめもさんにもお手伝いしてもらえると思ってたし、ゆりめもさんが全くいないっていう風に仮定したとしても一人でバイト雇ったら、どれぐらいなんだろうとかさ、そういうこと考えて
1日何人お客さん入って客単価これぐらいで1日の売り上げをいくらあればとりあえず最低限はやっていけるなみたいな、1年はやっていけるなみたいな、でそこから売り上げアップさせるためにはどういう風にやればいいかっていうのをやりながら考えれるなみたいな、計算をした時にさ無理じゃないなみたいな、そういう多分考え方で持っているから、まあ本当に見た瞬間広さも めっちゃくちゃちょうどいいって思ったし、本当に不思議なんやけど、ここはもうちょっとあれやったらなみたいなのが、いやもちろんそのなんかすごい細かいことを言えばさ出てくるよ、そんなのは当たり前だけど、そうじゃなくてその決定的なここがこうじゃないとっていうのは本当に一個もなくて、街に人がいねえとかさ。手稲の物件との出会いは、ここでやりたいという強い気持ちと、冷静に乗り越えなければいけない課題、夢と現実を同時に見せてくれました。というわけで第5話では、物件をめぐる現実的な課題と、この時だからこそできたことをお話ししました。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。よかったらコメントやチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまたお店ができるまで第6話でお会いしましょう。バイバーイ。